かつて東京から仙台方面に向かう特急は、こちらの東北本線と常磐線の2つの経路がありました。新幹線が開業した後に東北本線の特急は廃止となり、現在残るは常磐線経由の特急、日立、のみとなりました。今回はその特急日立の紹介をします。皆さんおはようございます。ぶらり鉄旅チャンネルです。今の時刻は朝の8時、上野駅にいます。乗る電車がやってきました。オレンジ色の鮮やかな車体、かつて常磐線特急として活躍していた車両の復刻塗装ですね。東日本大震災以降、常磐線は長らく不通区間が存在し、この特急日立も福島のいわき駅で折り返しになっていました。しかしながら2020年に不通区間が晴れて復旧し、日立の仙台までの運転が開始されたのです。上野駅を出てからは少しだけ東北本線を走ります。常磐線は日暮里駅を出て分岐します。この電車は品川始発で、東京と上野でたくさんの乗車があります。上野駅はかつて東北方面のターミナル駅で、あの有名な地平ホームとこの高架ホームからたくさんの特急が発車していました。東北新幹線の開業後は特急は激減してしまいました。特急日立号は上野駅を毎時ちょうどに発車するようになっていて、今でも上野は大事な駅という認識がされているようです。日暮里駅を通過して、ここからが常磐線になります。大きく右カーブを変えていきます。前の電車との間隔が詰まっているのか、すごく低いスピードでカーブに差し掛かります。ちなみに、乗車率はほぼ満席といったところです。予約状況を見てみると、大半はいわき駅までの利用のようです。三河島駅を通過します。この辺りで田端方面からやってきた貨物船と合流します。この常磐線は、常磐炭田からの石炭輸送のために作られ、開業当時から旅客輸送というよりは貨物輸送の性格が強い路線でした。駅を過ぎるとこのように線路が増えます。南千住駅の南側には大きな貨物ターミナルがあります。次の停車駅は柏駅です。下りの日立は、今乗っている3号のみが止まります。北千住駅を通過して、金町駅周辺です。北千住はたくさんの乗降客がありそうですが、日立は全て通過します。そしてすれ違う特急もとても多いですね。水戸までの間は30分間隔で特急が走っています。金町駅を出ると、千葉県との県境の江戸川を渡ります。金町駅からは新金線という、常磐線から分岐して新小岩に向かう線路があります。隅田川の橋がかかるまでの間、総武線からの貨物を常磐線を通じて貨物を連絡していました。少し南側に行くと、かつて紹介した柴又があります。ここからはいよいよ千葉県です。千葉に入ると、さっきまで私たちの進行方向左側を走っていた緑色でおなじみの常磐線各駅停車が右側に移ります。常磐線には快速と各駅停車が走っています。快速は土浦方面まで長距離を走っていますが、各駅停車は途中の取手駅で終点になります。各駅停車は綾瀬駅から地下鉄千代田線に直通し、便利にアクセスできます。まさに今見えている車両が東京メトロの電車ですね。電車は松戸駅を通過。快速停車駅の松戸ですが特急は通過してしまいます。松戸駅は最近どんどん綺麗になっていますよね。利根川を渡っていよいよ電車は茨城県に入ります。渡ってすぐに取手の駅があります。常磐快速線の緑色の電車はここで折り返し、ここから先は青色の電車のみの運行になります。各駅停車もここまでですね。ここからの景色は都心の路線ではなく、いよいよ常磐線といった雰囲気になります。昔は取手までしか電化されていなかったという時代もあり、ここが境目といった感じがします。
また、この取手駅と次の藤代駅との間にデッドセクションというものがあります。ここから先、電車の上を流れている電気の種類が直流から交流に変わります。そのため一定時間加速など電気を使うことができなくなってしまいます。鉄道好きとしては見逃せないポイントでもあります。霞ヶ浦に注ぐ桜川を渡って、立派な土浦駅に到着。貨物駅も併設されていて、奥にはもっと線路があったと思われる空き地も広がります。ここは水戸駅は勝田駅と同様に、常磐線では拠点駅になっていますが、ほとんどの日立は通過していきます。土浦駅を出ると右手には茨城県の名産、レンコンの畑がたくさん見えてきます。レンコンは12月頃が旬だったはずですので、撮影時期は収穫が進んでいるのでしょうか。水が張られた畑がたくさんあります。間もなく友部駅です。左手からは線路が1本、水戸線が合流してきます。大回り乗車で常磐線を使う方は、よく利用すると思います。また駅を通過すると JT の工場があります。水戸線に乗られる方はおなじみの景色ですかね。勝田の駅では鹿島臨海鉄道の車両がいました。鹿島臨海鉄道といえば、建設時はもともと国鉄の路線の予定だったということが知られています。単線ながら特急列車も走れる高規格な線路が建設されましたが、当時は国鉄の再建中で、今の第三セクターの方式になったそうです。線路をたどっていくと鹿島神宮や、佐原に行くことができます。上野を出て1時間半ほど経ちました。ここで遅めの朝ごはんをいただこうと思います。東京駅の祭りで鶏五目おこわを買ってきました。朝は少し少なめで十分です。次の停車駅は日立です。この辺からは、本当の海沿いを走っていきます。同時に停車駅もかなり増えてくる印象ですね。景色を見ていると、社名に日立がつく会社が増えてきます。また工場も増えてきますね。常磐線はぜひ海側の座席をおすすめしたいところです。日立というのは水戸黄門が名付けた名前として知られています。そして今の日立製作所は、この辺りの鉱山の機械の修理工場から始まった会社だそうです。日立駅には行ったことがありますが、背後が山、奥が海に挟まれているかなり珍しい場所の街で、すごく驚いた印象があります。駅もすごく立派な建物で、駅前にはタービンの一部がドンと置かれています。高萩駅も大きな駅ですが通過していきます。停車が多い特急の時は号は、最長でこの高萩までの運転になります。勿来の海水浴場がとても綺麗です。とても晴れていて景色がいい日に来ることができました。初見では読みにくい勿来ですが、地名の由来として来るなという意味もあったそうです。個人的ですが、線路の隣を並走する常磐道を利用する際に、いわき勿来インターチェンジが印象に残っていて、それで読みを覚えた記憶があります。また勿来駅からは福島県に入ります。かつて平駅と呼ばれていた主要駅、いわき駅に到着です。日立号のほとんどはこのいわきで折り返しで、仙台までは3往復のみの運行になります。東北で仙台、郡山に次ぐ都市のいわきですがここでほとんどの乗客が降りていきました。この号車には5人程度しか乗っていませんでした。いわきから北は、復興関連の需要やここから仙台に行くという需要など、やはり特急がなくてはならない区間になっています。震災前の計画では、
このいわきで特急の系統を分離しいわきから北と南で特急を分ける計画だったようです。乗客も少なく、非常にゆったりとした空間です。もうすぐ常磐線は単線区間、線路が1本だけになります。貨物輸送の需要がこの辺りまでが大きかったようです。ここが合流地点ですね。この辺りから、電化時に放棄したハイトンネルを見ることができるようです。いわき以北の最高時速は 100km 府に抑えられています。この富岡駅は震災で駅舎が流出し、また原発事故で警戒区域になるなど、震災の爪痕が多く残る区間になっていきます。常磐線はこの富岡から浪江までの区間が、一番長い間普通だった区間でもあります。富岡の街は進行方向左側に広がっていて、ホテルやスーパーなどが立ち並びます。大野駅から先、もともと複線だったのですが線路が剥がされて単線になっています。この跡地は綺麗に舗装されていて、修理用の通路や乗客が避難する際に活用されるそうです。土地が開ける場所もあって、もともと何かの設備があったのだろうと思われます。Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at Kugawa. The stop after Kugawa will be Nami. Thank you. 次の駅は双葉です。原発の建設時には夜行列車などがたくさん発着していて、たくさんの需要があったようです。前は複線でホームも2つありましたが、今では使われていません。宮城県の浜吉田駅の手前、進行方向右手にたくさんのビニール畑があります。この辺りの山本葉いちご王国と知られていて広大な敷地にたくさんのイチゴが植えられています。ここも津波の被害を受け、土壌の塩分濃度が上がってしまい、従来の地面に植える方法では栽培できなくなったそうで、棚に植える方法が利用されているようです。間もなく9線との合流地点があります。航空写真を見てみると、廃線跡特有の大きなカーブのある道路などを見ることができます。今合流した道路がもともと線路があった9線跡です。今の線路は津波対策で内陸側に移設されています。大熊駅を通過すると、一級河川の阿武隈川を渡ります。この川を渡ると仙台空港が見えてきて、そして東北本線と合流しいよいよ仙台に近づいてきたという感じがします。次の岩沼駅で、東北地方の内陸側を走ってきた東北本線と合流します。常磐線は正式には岩沼駅で終点で、ここからは東北本線を走っていくのです。ここまでしばらく単線でしたが、また複線に戻ります。岩沼駅はたくさんの線路が合流し、貨物駅も併設するとても大きな駅です。近くに製紙工場もあり、それにつながる専用線もあります。列車は速度を落としながら通過していきます。常磐線から東北本線に線路を移るためです。これで東北本線の下り線に合流できたというわけです。次の停車駅は仙台です。私の号車には3人程度しか乗っていなかったと思います。長町の辺りは IKEA など大きな建物が連なっていて、いよいよ仙台の中心部に入っていくなという感じです。この辺りの右側の線路は仙台貨物ターミナルにつながる貨物線です。左手には東北新幹線の線路もあって、線路がたくさん並びます。
仙台貨物ターミナルは仙台駅を通りません。東京や大阪と同じように、貨物線や貨物駅は旅客線とは分離されています。貨物ターミナルも今後移転が予定されていて、すでに建設が始まっています。ということで、速度を落としながら仙台に到着します。ここまで約4時間半の道のりでした。オレンジ色の車体が映えますね。折り返すのではなく、一旦車庫に入ってから折り返します。東北地方には、もうあまり特急列車は走っておらず、この仙台駅に特急列車が戻ってきてまた活気が戻ったと思います。時間に余裕のある方はぜひ新幹線ではなく常磐線で、在来線特急を楽しんでみてはいかがでしょうか。ということで今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。